どうも、ケイスケです。ついに iPhone シリーズが手元に届きました。こちら iPhone 17 Pro と iPhone Air ですね。今回はどっちも買っちゃいました。で、なんでどっちも買ったかっていうと、結構迷っていたんですよ。iPhone 17 Pro、今まで Pro シリーズをずっと使ってきたので、やっぱり3つカメラがあるこの iPhone Pro シリーズがいいか、それともやっぱ新しいラインナップとして iPhone Air、こっちがいいかめちゃくちゃ迷ったんですよね。で、もう先に結果言うと、僕は今年こっちの iPhone Air を使おうと思います。ということで今回はこちら iPhone Air のレビューですね。実際1日使ってみてどういうところに惹かれたのか、どういうポイントがあって、どういう特徴があって、逆にどういうところが注意点なのか、全部ご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。早速いきましょう。はい、こちら最新 iPhone Air です。見てわかる通りめちゃくちゃ薄いですね。今までの iPhone の中でも一番薄い iPhone となっております。大きな特徴で言うと、さっき言った薄さ 5.6mm の薄さなのに、実は画面は iPhone 17 Pro よりも大きい 6.5 インチを搭載してます。iPhone 17 Pro が 6.3 インチなので、実はもう一回りぐらい大きいサイズになってるんですよね。比べてみると結構わかります。で、それでいて中身は A19 Pro チップ、つまり iPhone 17 Pro と一緒のチップが使われていて、 Wi-Fi 7や Bluetooth 6にも対応しています。そして重さが iPhone Air 165g、 こちら iPhone 17 Pro が 206g っていうことを考えると 50g ぐらい軽くても、持ってみると明らかに薄くて軽いというのが分かります。実際スマートフォンってもう毎日持ち歩くじゃないですか。おそらくみんなね、振り返ってみた時に365日あって、その365日のうち1日も触らなかったよって日ってあんまりないんじゃない？おそらく頑張ってデジタルデトックスをして1日2日で、その毎日ずっとこの手に持ってるわけですよ。このね、常に使うスマートフォンっていうのは、やっぱ軽く薄いに越したことないと思うんですよね。なのでその薄さ、軽さ、あとは画面の大きさ、ここに惹かれて僕は iPhone Air を購入するに至ったわけなんですけども、先日動画で出した通り iPhone Air にはちょっと懸念点もあるんですよね。細かい懸念点っていうのも後ほど紹介するんですけどもあります。それを受けてちょっと iPhone 17 Pro かなと思ったんですが、結局 iPhone Air にすると、その理由もちゃんと解説していきましょう。で、まずデザインと外観見ていきましょう。ケイスケの動画。はい、ということでこちら僕の購入した iPhone Air となります。今回 iPhone Air のカラーバリエーションがスカイブルー、ライトゴールド、クラウドホワイト、スペースブラックと、この4種類になってるんですけども、これ何色か分かります？これ僕が買ったのスカイブルーなんですよ。これブルーかななんかパッと見は真っ白、純白に見えるので、だいぶホワイトに近いとは思うんですけども、日中見たりすると、若干ねスカイブルーっぽいのかなとは思うぐらいのカラーになっています。でですね、この iPhone 17 Pro と iPhone 16 Pro 並べてみると分かるんですけども、薄くてなおかつ画面が大きいですね。さっき言った通り iPhone 17 Pro とか iPhone 16 Pro よりも少し画面が大きい 6.5 インチの画面を搭載しています。で、大きな特徴としてはその画面の大きさだったりとか薄さっていうところもそうなんですけども、1個ここですね。このシングルレンズ、他の iPhone のシリーズっていうのは、例えば iPhone 17 Pro だったら3眼3つカメラがありますね。 iPhone 17にも2つカメラがあるんですけども、 Air に関しては1つシングルカメラしか搭載してないです。で、このシングルカメラ48メガピクセルのフュージョンカメラとなっています。このフュージョンってなんじゃという話、僕もねちょっと詳しくはないんですけども、調べてみたところ、Apple 独自の言い方でして、48メガピクセル、つまり4800万画素っていうのを使って、実際に広角、要はこれ 24mm っていうね広角目の画角なんですけども、から2倍の 48mm、 どっちもクロップなしで疑似的に広角ズームとして使えるよというものになっています。で、そういうのを広角ズームって言っていいのか問題もあるとは思うんですけども、実際ですねこれちょっと使って広角の 24mm と2倍のズームの画質比較してみたんですけども、2倍ズームの方がこう引き伸ばした時に解像度高いんですよね。なので、実際広角ズームと同じ結果が得られてるっていうのは間違いないかなと思います。本来電子ズーム、デジタルズームだと、拡大していけばいくほど解像感っていうのは下がるはずなので、そういうのがないってことは、何かしら Apple のね技術が入ってるってことなんだと思います。で、背面のカメラ1つだけに加えて前面のフロントカメラですね、こちらにもレンズがあります。で、このフロントカメラ今回から、iPhone 17 Pro、iPhone 17、この iPhone Air 全機種
同じくアップデートされてまして、18メガピクセルのフロントカメラになっています。より広角で撮影ができる正方形センサーの積んだものですね。なので自撮りをした時に縦で構えていても横とか縦とかもう自由に画角を変えながら撮影ができるというものになっています。このフロントカメラ、前は12メガピクセル、つまり1200万画素ぐらいだったんですけども、今回から1800万画素になったので、より画質が上がって使いやすくなったよというものになっています。はい、で側面の方を見てみると、こちらですね、電源ボタンがあって、こちらカメラコントロールボタン、逆側にはこちらアクションボタンと音量の上下のボタンがあります。でこのサイドの部分、こういうちょっと光沢のある感じになってますね。こうチタニウムっぽいというか、そういう感じの素材になってるんですけども、プロシリーズはこういうマットな感じになっています。で僕こっちのね iPhone Air の方が高級感あって好きなんですけども、このデザインですね、ちょっと指紋がつくんですよね。昔の iPhone3G みたいな感じがし、ちょっと指紋がつくのが気になります。なのでね、この薄さを生かすとなると正直このまま持ち歩きたいんですけども、やっぱこのサイドの指紋がついちゃうからちょっとケースつけたいなと思っちゃったりもしてますね。でそうだ、このね下の部分、底面の部分ですね、こちら USB-C ポートがついていますが、ここに今回スピーカーが内蔵されてないです。他のシリーズだと、スピーカーがねこんな感じであったりするんですけども、iPhone Air にはそれがないということで、今回の iPhone Air ちょっとデメリットに言われている部分がモノラルスピーカーなんですよね。今までの、iPhone Pro シリーズ17 Pro とか16 Pro っていうのは、ここの上の部分と下の部分2つスピーカーがあって、この2つからステレオで音声を出力できるんですけども、今回の iPhone Air に関してはこの上の部分だけで、しかもここだけでモノラルという形になっています。ケイスケの動画で iPhone Air のよく言われてる大きな懸念点2つがあって、その1つが今言ったモノラルのスピーカーなんですよね。でじゃあそのモノラルのスピーカーはどうなのかっていう話なんですけども、ちょっとね比較してみました。こんな感じ。でこれに関して僕もね結構気になってはいたんですけども、確かに比較すると分かります。結構違う。特に低音の部分ですね、低音とか音の広がりっていう部分が結構違って、なんだろう、それこそ iPhone17 Pro とかは音とか本当に楽しめる。Netflix の映画とかもイヤホンつけずに楽しめるなっていう感じがします。対してこっちの iPhone Air の方は少しシャリシャリしてるというか、なんか上の部分だけがこうなってるっていう感じはしちゃいますね。どうしてもちょっとチープな音には感じちゃいます。なんだけどこの違いね、我慢できなくはないです。これ MacBook Pro と MacBook Air の音質のこう対比に結構似てて、 MacBook Pro ってめちゃくちゃ音いいんですよ。で MacBook Air にした時にちょっと音しんどいなと思ったりしてたんですよ。実際ね僕 MacBook で結構音楽聴くことも多いので、それがしんどそうだなとは思っていたんですけども、実際使ってみて2ヶ月ぐらいするともう全然慣れます。気づかないぐらいそれで普通に音楽聴いてます。もちろんめちゃくちゃ音楽にこだわりのある人とかはね、なんなら iPhone17 Pro とかでも多分物足りないじゃないですか。ね、普通に大きいスピーカーで聞きたいとかなると思うので、実際このぐらいの差っていうのはあんまり実は関係ないのかなとも思ったりもしてます。なんですが、もう一個言われるデメリットの部分ですね、この USB-C ポート、実はこれ USB2.0 なんですよ。これ USB2.0 って何かっていうと、いわゆるちょっと古い規格で結構転送の速度が遅いんですよね。本来ねこの iPhone17 Pro とかだとめちゃくちゃ速度速く出るんですけども、本当にそれの20分の1とかそのぐらいのスピードの転送速度になります。実際に言うと 480Mbps くらいまでしか出ないということなので、データの転送をしてみるとかなりの差が出てしまうという感じになります。で加えてこちらディスプレイポートも非対応なんですよ。なのでこの USB-C ポートから映像の出力ができない。つまり僕がね普段使ってるこの X リアルっていうね、要はこのサングラス型のデバイスで、これとパソコンだったりスマートフォンだったりとつなぐと、ここで画面が見えるんですけども、これは使えないんですよね。正直この X リアルっていうのをスマートフォンで使うかって言われると、あんま使わないんですよね。どっちかっていうとパソコンで使うものだと思うんですけども、例えばスマホしか手元にないけどちょっと大画面で YouTube 見たいんじゃという時とかは、やっぱねこの X リアルをスマートフォンにつなげば大画面で YouTube が見れるというのもすごく大きいメリットではあったので、その辺が使えないのはかなり残念がある人も多いんじゃないかなと
思います。逆に言うと大きなデメリットってその2つぐらいなんですよね。今言ったモノラルのスピーカーっていうところと、ディスプレイポート転送速度、この部分ですね。ここら辺がもし我慢できるよというのであれば、この iPhone Air の方がええんちゃうかと僕は思ってます。その他にもね、もちろんこのシングルカメラだとかそういう部分はあるんですけども、それよりも何よりも画面が大きくて薄い、これかなりいいですよね、やっぱり。ケイスケの動画、外観デザイン話したところで、ここからちょっとスペックの話もしていきたいんですけども、スペックについては実はこちら A19 Pro という iPhone 17 Pro と同じチップが使われています。今回ですね iPhone 17無印のタイプも発売されてるんですけども、そっちのチップは A19 チップというもので、この A19 Pro と比較すると、処理精度が落ちるというものになっています。なので例えばゲームをやるとか動画の書き出しをするとかもそうだと思うんですけども、大きな処理をしたいよという時にはやっぱり効率的に働いてくれるチップになるので、その最新のチップが詰め込まれてるっていうのも嬉しいし、それに加えてこの iPhone Air にはもう一つチップが組み込まれて C1X チップっていうのが搭載されてます。これ何かっていうと、このスマートフォンに入っているモデムのチップなんですよね。モデムっていうのは要は Wi-Fi とかデータのねネットワークを司る部分なんですけども、そのチップを搭載することによって電力効率っていうのが上がっています。もちろん処理精度っていうのも上がってるんですけども、それに加えて電力効率が上がってると。でこの iPhone Air ってやっぱこの薄型なので、いろんなチップを入れてるとバッテリーを入れるスペースっていうのがなかなかなくなるんですよね。でそのバッテリーを長く持たせるためにこういうチップを入れることによって、省電力でいろんなものを回してバッテリーを持たせるようにしてあるというものになっています。なのでこういう薄型なんですけども、実はバッテリー意外と持つと、このね iPhone 16 Pro とは同じぐらい持つし、 iPhone 17と比較しても、最大 iPhone 17がビデオ再生でいうと30時間に対して、こっちの iPhone Air は27時間持つという形になっているので、比較的バッテリーに関しても持つのかなと思ってます。でこの C1X チップによってか変わった部分が2つありまして、 Wi-Fi と Bluetooth ですね。Wi-Fi は Wi-Fi7 に Bluetooth は Bluetooth6 に対応しました。この2つ、対応したことによって速度とか安定性、あとは安全性が向上したという形になります。でこの Wi-Fi7 まず嬉しくて、前までね Wi-Fi6、Wi-Fi6E っていうものだったんですけども、それと比較しても 3.7 倍ぐらいの速度が出るんですよ。なので今までよりも高速に通信することができるようになりました。で加えて Bluetooth の方も意外と嬉しくてですね、Bluetooth の安定性が向上しましたということで、安定性が向上すると何がいいかの話なんですけども、例えば落とし物タグ、エアタグとか、そういうものとの通信っていうのが安定したりとか、あとはエアドロップですね。やっぱこの iPhone シリーズ使うのってエアドロップを使うっていうのが一番僕はねメインと言っても過言ではないと思うんですけども、そのエアドロップとかも安定するようになると。僕ね16 Pro とかは結構エアドロップなんか途中で繋がんなくなったりとかするんですよね。そういうのがなくなるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいなと感じました。であとスペックの部分っていうのかな、1個言わなきゃいけないことが eSIM のみの対応になります。今までの iPhone 16 Pro っていうのは物理 SIM が入ったんですよね。ここに、SIM っていう SIM カードというものをプスッと入れることができて、それによっても通信できるし eSIM っていうものも対応していると。要はデータ SIM ってやつですね。そういうものも対応してたんですが、今回の iPhone 17シリーズからもう全モデル17 Pro も17も iPhone Air も全部 eSIM のみになりました。これね iPhone Air に関しては、eSIM のみにすることによって要はバッテリーを入れる部分がね面積が大きくなるんで、eSIM にするメリットはもちろんあるんですけども、対してやっぱ eSIM だとちょっとめんどくさいこともあって、やっぱ物理の SIM があった方がいろいろと便利なシーンがあるんですよ。例えば海外に行くっていう時にプリペイド SIM 買おうとしたら大体物理なんですよね。ナノ SIM みたいなのをこう店頭で買ってそれをプスッと挿すみたいな形なんですよ。eSIM ももちろんあるとは思うんですけども、国によってはない場所っていうのもあるので、事前にこう日本で用意していかなきゃいけないだったりとか、あとは僕みたいにこうね、何個もスマートフォンを持つ人で一回こっち試してみたいっていう時に eSIM だと移行がめんどくさいんですよ。物理 SIM だとこうプスッと挿せば新しい方のスマートフォンが使えるんですけども、 eSIM に関しては移行っていうボタンを押してちゃんと移行できないと新しい方のスマートフォンでは通信ができないということになります。なのでこの移行する手間とかちょっと手間取っちゃうかなと思います。意外と不便に感じるシーンもあるんじゃないかなと僕はねちょっと懸念してますね。ケイスケの動画
でそしてここからカメラ性能の話です。今回 iPhone Air に関してはシングルカメラなので、正直カメラにこだわりたいという人は iPhone 17 Pro に潔く行った方がいいです。実際ね、僕もこれで撮影してきたんですけども、こんな感じでめちゃくちゃいい映像が撮れたんですよ。なのでこっちの作品もぜひね、見てほしいんですけども、この映像の質感とかはちょっとね iPhone Air では出せないです。iPhone Air でも Apple ProRes の撮影はできるんですよ。Apple ProRes っていうのは、圧縮率のすごく低い形式で、要はめちゃくちゃ映像が綺麗なんですよね。その代わりデータがめっちゃ重いみたいなねものだったりするんですけども、それ自体は撮影ができるんですが、色を自由に編集するために iPhone 17 Pro とかは Apple Log っていうものが入ってます。こういう感じで薄く撮影してて後から色をつけるみたいなね、方式をログって言ったりするんですけども、そのログにしておくと白飛び黒つぶでなくしながら撮影ができるというものになっているんですが、その Apple ログを使いながらの撮影っていうのが残念ながらこっちできないんですよね。 iPhone Air はできないという風になってるんで、ちょっとそういう作品みたいなのを撮るにはあんまり向いてないかなと思います。でそれに加えてやっぱねプロシリーズからは削られている部分もあって、まず一つはマクロの撮影ですね。この iPhone Pro シリーズは超広角レンズがマクロの代わりをしてるんですよ。マクロ撮影、要はめちゃくちゃ接写して撮影するってことが、こっちのプロシリーズはできるんですけども、それが iPhone Air ではできないと。もちろん望遠の撮影もできなければシネマティックモードの動画の撮影もできないです。写真のねポートレートモードの撮影はできるんですが、動画の要はボケ感のある撮影ができないという形になります。で加えてもう一個地味に大きいのがこれですね。プロシリーズにはこちらにライダーセンサーっていうのが入ってます。このライダーセンサーっていうのはずっとここからねなんかこうビーム、ちっちゃいビームみたいなのが出てて、それで距離を測るんですよ。それによってこういう空間を 3D で読み取ることができるみたいなね、ものだったりするんですが、それができないです。実際ライダーセンサーを使うシーンっていうのは日常でほぼないはないんですよ。ないはないんですけども、僕は結構旅行に行った時にこのお部屋とかを 3D で撮っておけばちょっと便利だったりとか、あとは今ね別荘の計画をしてるんで、その別荘のお部屋とかを 3D で撮っておけば、後からなんか使えるかなと思ってデータとかちょっと貯めたりしてるんですけども、そういうのがちょっとできなくなります。なので正直そういう風に削られてる部分も多いなと思います。なんですが、単眼48メガピクセルのフュージョンカメラシステムということで、さっきもお話ししたんですけども、普通に広角で撮るのと2倍の望遠で撮るのであれば、拡大するんであれば2倍で撮ってあげた方が画質が綺麗だったりするんですよね。なので、実質一眼と言いながら広角と標準2個のレンズを持っているような形で使えはします。で僕がこの iPhone Air で一番懸念だったのは、このシングルカメラになることによって超広角のレンズが廃止されている、要はマクロの撮影ができないってことは、書類の撮影とかがめちゃくちゃめんどくさいんじゃないのと思っていたんですよ。結構こう海外に行く時のビザの申請とかパスポートをこうね撮影して送んなきゃいけなかったりとかするわけなんですよね。そういうシーンで結構書類を撮影することが僕は多いんですけども、それが難しいんじゃないかと思ってたんですが、意外に寄れます。これびっくりしたんですけど、今年のね多分標準からちょっとね最短の撮影距離変わってると思うんですよね。結構近くに寄れるようになってます。今ここにあるポケモンカードとかも全然ここでピント合うんですよ。このぐらいでこのぐらいかな。はい、ここでピント合います。だいたいさ取る書類っていうのもこのぐらいのサイズでしょ。もう一回りちっちゃいかぐらいだと思うんで、2倍に拡大してあげれば全然この辺で余裕でピントがあって、もう前面に映ってくれるみたいな感じになります。なので僕が一番懸念してたのは実はその書類の撮影なんですけども、その書類の撮影がクリアできそうなんですよ。なのでその懸念点が取っ払われるんであれば、この軽いのいっちゃいたいなということで、僕はねそこのカメラに関しては正直他のねシネマティックモードを使えないとかライダーセンサー使えないっていうのもちょっと痛そうだなと思うんですけども、言うて日常使うわけじゃない部分なので、その部分が削られてもやっぱ普段軽い方がいいかなと思って、iPhone Air にしようと思ってます。でフロントカメラの方も地味に進化していてですね、実際広くなってます。通常モードだとセンターフレームっていうのがオンになったりするんですけども、それをオフにしてあげればかなりね広く撮影ができます。で実際今までの iPhone 16 Pro とかだとフロントカメラこうやってねみんなと自撮りしようとすると、いや寄ってみたいな感じにしないとギリギリ入らなかったんですよね。なんですけども今回のこうカメラから、だいぶ広角になったのでみんなで撮影がしやすいというのもすごく嬉しいなと思いました。しかも18メガピクセルなので、かなり画質的にも精細になっています。でここで iPhone Air のお値段についてなんですけども、こちら iPhone Air 256GB が15万9800円から、512GB が19万4800円から、1TB が22万9800円からとなっております。もう僕はね
iPhone Air 使うっていう風になった時にもう一番最低で決めようと。256GB で決めようと思ってこっちにしました。で、正直 512GB とか 1TB とか選べるんですけども、さっき言った通りこのデータの転送っていうのが遅いんですよね。なのであんまりね、本体にこうデータをいっぱい入れてでデータ転送するっていうのは向いてないんですよ。だったらクラウドで運用してくださいねっていう形のデバイスなので、であれば一番低い容量でも全然いいかなと思って僕は 256GB にしました。値段に関してはやや高いっていう感じがするんですけども、最近のスマートフォンどれも高いですからね。僕が狙ってるこの折りたたみのスマートフォンとかはもっと10万ぐらいさらにお値段高かったりするんで、それと比べるとちょっと安いかなと思っちゃったりもしてます。そのね、フォールドが高いだけではあると思うんですけども、思ったよりは値上がりしてないかなという形でした。ケイスケの動画。はい、ここまでスペックだったりつらつらと気になっている部分を話してきたんですけども、ここから実際に1日まるっと使ってみて感じたところをちょっとご紹介していきたいと思います。で、まずデザインですね。デザインは可愛いです。薄さもものすごくいい。僕はね、結構このデザイン好きですね。で、画面大きくなってるんですけども、持ちづらいとかもなく、どっちかっていうとやっぱ薄さの方がね、自分の手にフィットするんで、すごくそれはいいなと思いました。なんかめちゃくちゃ軽いかって言われたらそんなことないんですけども、ただ一回こうね、プロの方を持ってからもう一回エアーに持ち直した時のこの薄さ、薄っっていう風になるのはめちゃくちゃ嬉しいなと思います。で、ただこの薄さの懸念点で発熱ですね。発熱に関しては他のね iPhone 17 Pro とかも一緒かもしれないんですけども、実際ですね、充電してる時に結構ね熱を持ちました。ワイヤレス充電は割とね、今までも熱を持ってたイメージだったんですけども、こっちのね USB-C から充電しても結構熱持ったんですよね。割とこのね、上の部分がちょっと熱持ちやすい、この辺ですねが特に持ちやすいなと思ったんで、こうやって持った時に人差し指あたりが結構熱いという風になります。なのでちょっと重たいゲームとかやるときはどうかなと思ったりします。ポケポケとかね、ポケポケやってると結構熱くなんだよねみたいな話をね、友達がしてたんですけども、もしかしたらそういう重たいゲームをやると結構この辺は熱くなるかもしれないです。で、1個 iPhone Air でやっぱ噛み合ってないなと思うのはさっきのスピーカーの部分ですね。我慢できるとは思ってるんですよ。僕は結構我慢できるなとは思ってるんですけども、そもそも画面が大きいのって何がいいかっていうと、やっぱ映像を見れるとかそういう部分だと思うんですよね。コンテンツがここで見れるということだと思うんですけども、映像がここで見やすくなったのにもかかわらず出てくる音は悪くなってしまうというのは、ちょっとこうデバイスとして噛み合ってなさそうだなっていうような印象はします。なんとなく引っかかるなっていう感じはしちゃうかも。僕は結構ね AirPods Pro とかで聞くし、さっきも言った通り 1,2 ヶ月もすれば慣れちゃうので、そんなに気にならないタイプではあるんですけども、なんとなく噛み合ってない気がするっていうのはちょっと思いましたね。あともう一個ちょっと悩ましいところがありまして、この iPhone Air この薄さがいいじゃないですか。ってことはこのまま使いたいんですよ。できれば裸のまま使いたいんだけど、結構傷がつきそうです。このサイドの部分ですね、指紋めっちゃつくって言ったんですけども、指紋つくのもめちゃくちゃ気になるし、このね素材僕の経験上結構傷つくんですよね。割と傷が目立ちやすいようなこの光沢のある形になってるので、これねポッケとかに入れてなんか鍵とかと当たっちゃうと割と小傷がついてってっていう感じな気がします。で、この背面もねセラミックシールド2っていう今までと比べてもなんか2倍か3倍くらい傷がつきにくくなったよって言ってるんですけども、あんま信じてなくて、っていうのもここねめちゃくちゃ細かく見ると傷1個ついちゃったんですよ。でね、僕ね落とした記憶もないの、なんかと擦った記憶もない、ポッケとかになんか雑に入れた記憶もないんですけども、いつの間にかここに1個ついてました。初期傷なのかな。でもここにもねちっちゃな傷が1個あるんですよね。こういう細かい擦り傷1日でついちゃうんであれば、おそらく半年も使ったら結構傷だらけになると思います。なのでやっぱりケースは必須っていうのがちょっと気になるな。できればこの iPhone Air 使うんであればなんかケースつけたくないのに、ケースはつけないとちょっとダメかなと思ったりしてます。でもケースつけるんだったらやっぱね、この後ろのさリングみたいなのも欲しいし、だんだん大きくなっていくっていうのを考えると、結果 iPhone 17 Pro の方が良かったかなと思う日も来なくないのかなと思ったりしちゃいますね。そこだけちょっと気になるかも。できればこうめちゃくちゃ薄いケースみたいなのをつけて運用するのがいいのかなと思ったりしてます。今気になってるケースで言うと、正直トーラスっていうメーカーのねケースを今まで使ってたんで、それを使いたいなとは思っているものの、ピタカっていうメーカーの方がかなり薄いんですよね。あとはさっきね Amazon で見つけたこの辺のケースもちょっと試したいなと思っているところではあります。
昔使ったマイナスっていうメーカーのねケースがあって、そのケースとかもかなり薄そうなんでフィットしそうだなと思ってはいます。ケイスケの動画、はい、ということでたくさん語ってきてしまいました。こちらね iPhone Air のレビューでございました。実際さっきも言った通り、僕はもう毎日持ち歩くという風になった時に、どんだけ軽いかどんだけ薄いかってやっぱ大事だと思うんですよね。なので僕はこの iPhone Air を積極的に使っていこうと思います。さっき言った懸念点みたいなところも、モノクロスピーカー別に我慢できるでしょ。ここのねデータ転送あんまりしないでしょ。ディスプレイポートもそんなに使わない。で単眼カメラ、シングルカメラっていうのもそこそこ書類に寄れるんであればこのままでも大丈夫っていう風に考えた時に、普段なるべく画面をでかく、そしてコンパクトに薄型に持ち歩きたい僕にとっては結構ぴったりのスマートフォンなんじゃないかなと思います。言うなら全然別のメーカーの Galaxy Z Fold とかね、折りたたみのデバイスっていうのも気になってはいるんですけども、現状 iPhone の中ではこれがぴったりだということでこちら買ってみました。ぜひ気になる方はこちらの iPhone Air チェックしてみてください。ということで今回つらつら喋ってしまいました。ぜひとも感想、こういうところいいなと思いましたとか、そういうのもコメントいただけると嬉しいなと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。